はい、適当ソング。今日はこちらメンズスラックスですねの縫製比較してみようって感じでやってみようと思います。はい、じゃあ要所要所で部分で解説していこうと思うんで、そういうやり方で今日はやってみます。裾の種類っていうのが大体大きく言うと3種類あるんですけど、それを紹介していこうと思います。まず皆さんがよく見る紳士物スラックスといえばって感じで、シングルですね。この祭り縫いされてて、こうやって基本的にロックミシンと祭り縫いミシンで作られてる場合がほとんどなんですけど、それでこういう風に仕上がるという感じですね。それがシングルです。で、紳士物のシングルの特徴は縫い代がとりあえず多い感じですね。基本メンズ物のそのスーツ系スラックスとかはお直しできるように作ってあるんで、縫い代を多めにつけてるって感じですね。普通に8から10ぐらいついてるものが一般的ですね。それより少ない場合とかもたまにあるんですけど、はい。でまずシングルで、次が今ちょっとなかったんで、スラックスでダブルってやつがこうやって裾が折り上がってるやつですね。これダブルって言うんですけど、ダブルターンアップと折り上がってるダブルとか言うんですけど、これがダブルですね。これも結構人気がある感じで、幅がいろいろなんですけど、3から4センチの幅で仕上げる人が一般的に多いですね。はい。細ければ細いほど若者とかが多いかなと思って、僕のお直ししてる感覚とかだと。で、この幅が太ければ太いほどベテランとかちょっとご年配の方とかはそういう太幅が好みの人が多かったりします。はい。で次、単純にステッチ仕様ですね。これディッキーズのチノスラックスみたいな綺麗な形のパンツなんですけど、単純に三つ折りステッチしてるのですね。その3つですね。基本的にメンズ紳士のスラックスとかでよく見る仕様で、その中にも靴ずれっていうのがついとるんで、それを見ていこうと思います。こういうやつですね。後ろのお尻のこういうかかとのとこに延長してこうつく感じですね。でこれ理由としては、こう 1.5 から2ミリぐらい出すことで、だいたい人間って着ててかかとが擦れてくるじゃないですか、長いとこは。でそのかかとの擦れを防止するためにつけるのが靴ずれですね。この靴ずれも作り方がいろいろあって、これが一番簡単なやつですね。裾上げして布を裁断した後に、裾を今切ったやつなんですけど、それをこうシームとシーム合わせて、でここ最初からまだ裾上げしてないやつとかも含めて一番下はロックミシンかかってるんですけど、これを靴ずれに利用する感じですね。こう切って、でこの幅は 3,4 センチぐらいが一般的が多いですね。でここで切って、でこれ左右2つ分取れるんで、この片方をこう半分に折って、でこうつける感じですね。カーブさせながらこうカーブさせて、で端っこはこうやって折って、で周りミシンでタタタタと叩くとこういう風に仕上がる感じですね。それが一番簡単で、ベーシックで一番多い靴ずれのタイプかなって思います。でこれより気持ちグレードアップしたのがこちら、ダイヤ型とかいうのかな、先っちょ尖ってますよね。これは全部折り込んでるんで、ここも前のやつと違うのは、ここがロックミシンじゃないか、それぐらいですかね。でこっちの方が、若干手かかってて格式高いかなって思います。はい。この2種類が多いのと、前回前の動画で紹介したんですけど、これのセミオーダーとかってちょっとおしゃれな生地の耳とか、スーツの生地の耳とかおしゃれな英字でロゴとか書いてあるんですよね。そういうのをあえて靴ずれに利用するところとかもあるんで、気になった方はそれ見てみてください。
はい。で裾がこんな感じですね、メンズスラックスの。じゃあ次ウエスト見てみましょうか。ウエストはなんか、見慣れない人は何これって感じだと思うんですけど、紳士物のウエストは直しやすいようにこういう風にベルトでくるまれてないでマーベルトって感じになってるんですよね。こういうスレキ、ポッケ布に近い感じですね。ポッケ布みたいなのを使ってこういう風にやることで薄く仕上げたいのかな、何なんだこう、要はこうすることで直しやすいんですよね。ここほどくとこのままつまんで縫えるんでウエスト調整がしやすい。ここですね。基本的に後ろ中心で5センチとかそんぐらいまでプラスマイナス5センチぐらい調整できたりするんで、そこで直していく。なんでまとめると、メンズの紳士ものはマーベルト仕様でお直ししやすいようにできてますよっていう感じですね。はい。でこれのウエストの種類にもいろいろあって、軽く紹介していこうと思います。で、マーベルトの特徴的なのが普通のカジュアルなものちょっと持ってきます。これデニムなんですけど、こうベルトで基本くるまれてるのが普通じゃないですか。でもこうやってくるまれてないでこう見返しみたいな感じになってるんですよね。でこうしかもステッチで留められてるわけでもなく、こういう風に点で祭り縫いされてるだけ。これがなんか特徴的なベーシックな紳士物の仕様ですね。こういうのもこういうミシンがあったりするんですけど、でカチャカチャカチャっと留めて、でここは基本的に手祭りで止まってることが多いです。はい。でこれの別バージョンがあります。ここに変化が起きます。これですね。これ今後ろ身ごろなんですけど V になってるんですよね。これ V ベルトとか刻みベルトとか言いますね。でこれの利点は運動量が確保されるんですよね。お腹いっぱいになったり、動いたりする時で、この突っ張りを逃がしてくれるんで、適度に、調整できる感じですね。缶止めとかでここは止まってたりします。で裏側はこういう風に、ここはいろんな縫い方があるんですけど、基本的にはマーベルト仕様で先ほどのものと作りは、ほぼほぼ一緒ですね。でこれの落としバージョンがあるんですけど、ここ今フラフラしてて見返し何箇所かこういう風に祭りで留められてるってさっき言いましたよね。でこれはこういう風に点留めがされてないですね。ベルトみたいに落としがされてるんですね。落としミシンって言って、この針、ベルトと身ごろの針にミシンを落としてこうやって止められてることで、ここが外れないというか、そういう風に固定してるスラックスもたまにあります。これは結構ガチで量産向きの感じですね。でもこれ丁寧にパイピングって言って端がこうやってくるまれてるんですよね。ちょっとシワシワで、縫製的なレベルで言うとよろしくないんですけど、こういう風にやるのも結構、一手間かかるんで、こういうパイピング仕様も、いいかなというのもあります。はい。で次はタックですね。これ2タックっていうんですけど、タックが2つある感じですね。でこれ簡単に言ったら失礼なんですけど、デブか痩せてるかみたいな感じで、タックの分量とかノータックするっていうか決まってきちゃうんですよね。ここのタックの分量で2タック1タックノータックってあるんですけど、それで1タックノータック、ノータックなほど細身のパンツが着れますよって感じですね。で1タックになればその分布つまんで裁断する布幅も広くなるから太めのパンツになっちゃうんですよね。だから細身で若者とか最近くるぶしぐらいの丈とかしたりするじゃないですか。そういう
シルエットを求める方は、ノータックをおすすめします。でそういう感じで決めたらいいと思います。で細いパンツ着たいのにこう2タック買っちゃって細くしてくれとか言っても、正直大した細くできないんで、そういう風に見極めた方がいいと思います。でそういう失礼ですけど通勤時間とか暇な時、紳士の方のサラリーマンの方のスーツとか見てみたら大体太ってる人2タックになってて、痩せてる人ノータックとかあってワンタックかなっていうのが多いですね。でタックはそういう風に考えるっていうか、自分の体型に合わせて決めればいいかと思います。はい。でこの前端ステッチも2種類ぐらいあって、これは一般的な見返しステッチ仕様と、でこだわってるとこだとこう分かりますか、普通のステッチとちょっと違うんですよね。ハンドステッチ仕様って言って、ハンドステッチミシンがまたあるんですけど専用に、でも結構めんどくさいんですね。普通のミシンより手間がかかるというか。でスーツのオーダーメイドとかって結構テーラーがこれは手で本当はやるんですけど、量産でそのこだわり出したいなとかスーツっぽい仕様にしたいなっていうと、こういうハンドステッチとか、ピックステッチ、星止めとか言いますね。こういう風に祭り縫いっぽくなってるんですよね。これがまた格式高いというかこだわってるっていう感じの仕様になります。でここに今ちょうどあったんで、こういうデケとかチケットポケットっていうんですけど、シームポッケですね。ウエストにこうやってシームポッケ作ってチケットとか小銭入れたりする隠れポッケが、紳士とかは、こだわってるスラックスとかだとこういう風についてるんで、結構便利ですね。で紳士物ってこうやって隠れポッケみたいなの結構やたらつくんですよね。それも紳士服の特徴でもあるかなって思います。はいでこう天狗って言って天狗の花みたいな感じじゃないですか。でこれもレディースにはない仕様ですね。こうやってボタンつけたり、これあえてデザイン的に表に出してると思うんですけど、こういうベーシックなのは基本的に裏側にこうやって天狗がおりますね。はい、天狗の花、最近広瀬すずの出てるネメシスってやつで天狗事件があって、それちょっと思い出しちゃった。はい。で天狗っていう仕様ですね。メンズの見返しは基本的にボタンでも止められるようにしている。はい。じゃあ次マイポケットいこうと思います。でこれが一般的な斜めポケットって言われてる感じですね。ここに布が見えるでしょ。前身頃のシームがあるけど、ここに残り布みたいなのがあってポッケが斜めになってる。それが斜めポケットですね。でこれは縦ポケットですね。こうシームポッケみたいになってるんですよね。で縦ポケットまたシームポケットって言ったりします。でこの2種類がほぼほぼありますね。デニムとかだとこうやってカーブしてるポッケあるじゃないですか。でスラックス、紳士スラックスではそういうのはないですね。はい、次は後ろ身頃のポッケの感じですね。でこういう風に、これ片玉縁って言います。一つだけの玉縁がついてるので片玉縁と言います。で基本的にメンズの紳士服は左だけポッケついたりしてますね。やっぱ右利きなんでだろうな、ちょっと言われてみたらよくわかんないんですけど、左にボタンがついてる理由はちょっと忘れちゃったんですけど、基本的に左にボタンがついてます。左だけとかがよくあります。これさっき言い忘れたけど、これがおしゃれな耳使った靴ずれですね。こういう風にで、耳なんでロックミシンかけなくてもほつれないんで、こういう風に耳を靴ずれにしてるっていう感じでおしゃれですね。で大体こういうおしゃれなことしてるのはポッケとかのこういう境目潜っても、これ向こう布とか言うんですけど、向こう布とかもこういう風に耳使っておしゃれに仕上げてますね。ここはなかったけど、はい、そういう感じで、さっき飛ばしたけどそういう風ながあります。
で話戻ります。片玉縁とで、圧倒的にメンズの紳士服は後ろポケットは両玉縁が多いですね。両玉縁の方が手間がかかるんですよね。2つ口をつけなきゃいけないし、細幅だし、この幅をキープするのって結構慣れた人じゃないと縫うの難しくて、でもこれはもう今の時代とかで大きい工場とかだとポケット付けミシンとかがあるんで、それで自動でつけてくれるのが、大量生産の現状なんで、実質コストっていうのは変わらないのかなと思います。でこういう風にプラスアルファで、ループつけたり、でもこうやってループつけることでボタンホール開けないタイプですよね。だからどっちが手間かかるのかっていうとトントンですよね。このループ作る手間もかかるし、でもその分ホール開けなくてもいいしって感じで、人数多い工場になっちゃえばそういう工程一つは正直、って感じなんですよね。あまり変わらない現状があるというか、しかも紳士服なんて大体こういう風にディティールがほぼ同じになってくるんで、なんかその一つで何か変わるかって言ったらちょっとあれですよね。結局お金の話になるんですけど、縫製工賃とかって枚数とか色数とかで変わってくるとかが大半になってくるんで、こういうのはこういうディテール加える加えないはサンプル屋とか小さいとこに頼むとその1個の工程がとか言われちゃったりするかもしれないんですけど、大きい会社になって何千枚単位で作るならそんな気にしなくていい、どんどんこだわればいいかなと僕は思うんですけど、はい、じゃあ長くなったんですけど、で圧倒的に両玉縁ポッケがほとんどですね。これもそうですよね。でこれもで、なぜか左だけによくつくと。でもう一個ポッケであるのがこれですね。これも左だけか。フラップポッケですね。蓋、雨蓋とか言ったりするんですけど、雨の時に水とかが入んないように作られたのが原型と言われてます。なんでこのパンツ自体はスラックスとかでフォーマルっていうほどな派手な柄だけど、スラックス自体はフォーマルな時に着ることが多いんですけど、どちらかというとこういう遊びのデザインというか加えてるのは雨蓋ってぐらいなんで、雨の降った時につけられたディテールじゃないですか。だから外で着ることを目的にしちゃってるんですよね。本当のフォーマルな服は結構内側のパーティーとか外にはあんま着てかない仕様なんで、こういうディティールがあるとフォーマル検定とかそういうのいろいろあるんですけど、そういうのだともうカジュアルな仕様とかアウトドアな仕様って捉えられます。なんで今の時代はそういうのあんま関係ないと思うんですけど、フォーマル的な観点で言うとこれ結構アウトドアとかになります。でそれの付随して言うと、さっき説明した裾のこういう折り上がってるのダブルブレストとかダブルターンナップって言ったじゃないですか。それももう雨とかで、まくり上げて濡れないようにとかいう感じで外で着てた説があるんで、こういう折り上げるのも意外とカジュアルな仕様とかアウトドアってフォーマルとは捉えづらい仕様だったりします。なんで本当格式高いとかそういう大切な式の時は、シングルっていった方が、フォーマル的には正解って感じです。はい。であと紳士服のスラックスで、ちょうど股の底のとこですね。こういう風にここまで延長されてシックって言ったりするんですけど、股当てで、スレ防止とか、補強ですね。こういうのをつけることで強くなります。ここにもこういう風についてますよね。でこれ結構やっぱ紳士独特なディテールですね。カジュアルなメンズ服とかも婦人には全くない仕様で、糸のことまで言うと、紳士服は、カジュアルとかも入れて結構カ縫いが多いんですね。これチェーンになってるの分かりますか？これカ縫いミシンっていうのが使われてるんですけど、これはお直しとかする上ですごいほどきやすいで、そういうのも合ってるなって感じですね。お直しする前提で作られてる紳士服だとほどくのが
手間かかんないんで直し料金がまあ安かったりしますね。こういうなんていうの、さっきもウエストここだけで直す場合はそんなかからないって言ったじゃないですか。普通だったら3000円前後するかな、場所によると思うんですけど、でもこういうのだと2000円前後で紳士物のウエストは調整できるんで、そういうとこも安価に調整しやすいっていう分では、紳士服やっぱ紳士のスラックスよく作られてるなっていう感じです。はい、長々となっちゃったんですけど、喋って熱中してるうちにこんな散らかっちゃったんですけど、今日は紳士スラックスディティールって感じで紹介してみました。ご視聴ありがとうございました。